昔日本に戦争があった時にずっとレシピを掲載している雑誌があったんです。食べるものがなかなか手に入らなくなっても、毎晩のように空襲を受けてもずっとです。この動画はその当時のレシピを参考にさせてもらっています。まずは冷やしクリームからこしらえますね。詳しい材料は概要欄に書いておきます。5、6本の箸でよくかき混ぜるってレシピには書かれてるんですけど、ここはさすがに泡立て器でいかせてもらいます。スイーツのレシピも結構あるんですけど、この2品を選ぶのは全く迷いがありませんでした。もう名前を見ただけでワクワクしてしまって。冷やしクリームとミルクチェリー、ちょっと子供心くすぐられませんか？卵白が浮いているのが気になりますが、まあ手作業だとこんなもんでしょう。15分ほど蒸していきます。最初の3分は強火、次は中火、最後は弱火で。串を刺してみて、何もついてこなければ出来上がりです。冷たく冷やしておきましょう。次はチェリーミルクをこしらえますね。チェリーが見当たりませんが、代わりに食紅があります。なんとなく察しがつくんじゃないかと思います。白玉粉は35問目。当時は重さを問目で表記しているので、グラムに換算するのがなかなか大変です。次に食紅。チェリーの要素はこいつが役割の大半を担います。耳かきみたいなスプーンに1杯ほど入れました。小学校の家庭科の授業以来ですね、白玉粉を使うのは。その時は水を入れすぎて白玉がドロッドロになっちゃって、同じ班の女子からこっぴどく叱られました。どうでしょう。少しチェリーっぽくなってきた気がします。チェリーっていうよりも魚肉ソーセージみたいになってきました。一口大の魚肉ソーセージです。今度は赤血球みたいになりました。よく見るとひび割れしてますね。さっき話した小学校の時の失敗がずっと頭にあったので、そのせいですね。全部で32個の赤血球ができました。本当に赤血球にしか見えなくなってきました。冷やしクリームとミルクチェリーの完成です。卵焼きとプリンの中間みたいな食感。すごく優しい味がします。ただちょっと舌触りが良くないですね。卵白が残っていたせいでしょうか。プリンを作るときはこし器でこすみたいですけど、同じやり方をすればもっと美味しくなりそうです。チェリーミルクは仕上げに塩少々。牛乳の味付けはこの塩だけです。
見た目は結構テンション上がったんですけど、食べた時の落差が激しいですね。全体的にぼんやりした味。牛乳にも砂糖を入れて甘みを足すか、コーンフレークなんかを入れると面白いかもしれません。今回取り上げたのは昭和12年、日中戦争が開戦した年のレシピです。子供にはおやつも栄養のたくさんあるものを食べさせようということで紹介されていました。今も昔も変わらないですね。ごちそうさまでした。